皆さんこんにちは、ゆいです。こんにちは、あきらです。あきらさん、最近お仕事はどうですか？忙しいですか？そうですね。最近は少し落ち着きましたけど、先月までは本当に大変でした。お疲れ様です。実は今日、そんなお仕事に疲れている皆さんのために、少しドキッとするテーマを用意したんです。え、何ですか？ドキッとするテーマって。うふふ今日のテーマは、会社を辞めたいと思った瞬間です。あはははそれは確かにドキッとしますね。でも、社会人なら誰でも一度は考えたことがあるんじゃないですか？そうですよね。私も過去に何度かありました。あきらさんもありますか？もちろんありますよ。毎日満員電車に乗っている時とか、ふと思うことがあります。わかります。満員電車は本当に体力がなくなりますよね。ええ。今日はこのテーマについて僕たちの経験をシェアしながらゆっくり話していきましょはい。リスナーの皆さんも、あ、自分も同じ気持ちになったことがあると思いながら聞いてくれると嬉しいです。う。そうですね。それじゃあ早速ゆいさんのエピソードから聞いてみましょうか。私が絶対に会社を辞めようと思ったのは自分の時間が全くなくなった時ですね。自分の時間ですか？具体的にはどんな生活だったんですか？私、休みの日はカフェに行ったり、旅行に行ったり、友達と遊ぶのが大好きじゃないですか。うん。ゆいさんはいつも趣味がたくさんあって人生を楽しんでいるイメージがあります。ええ。でも前の仕事は本当に残業が多くて、毎日夜遅くまで働いていました。それは大変でしたね。週末も休めなかったんですか？休みの日はあったんですけど、疲れすぎてずっとベッドで寝ていたんです。どこにも行く元気がなくて。なるほど。せっかくの休みなのにただ疲れを取るだけの日になってしまったんですね。そうなんです。その時にふと、あれ、私何のために生きているんだろうって思ってしまって。働くために生きているのか生きるために働いているのかわからなくなってしまったんですね。まさにそれです。日本語ではよくワークライフバランスと言いますよね。そうですね。仕事とプライベートな生活のバランスのことです。これが崩れると本当に苦しくなります。はい。私は美味しいものを食べたり、いろいろな経験をしたりするために仕事をしているのに、それができないなら意味がないと思って辞めることを決心しました。ゆいさんらしい理由ですね。自分の人生の優先順位がはっきりしているのは素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。あきらさんはどうですか？どんな時に辞めたいって思いましたか？僕の場合はゆいさんとは少し違うかもしれません。どう違うんですか？僕はもともと将来のためにしっかり貯金をしたいタイプなんです。安定が一番だと思っていて。確かに、あきらさんはいつも計画的でお金の管理もしっかりしていますよね。ええ。だから毎月きちんとお給料がもらえるなら少しくらい仕事が辛くても我慢するべきだと思っていたんです。なるほど。じゃあ少しくらい残業が多くても貯金のために頑張っていたんですね。そうなんです。でもある時職場の人間関係がすごく悪くなってしまって。人間関係は本当に難しいですよね。仕事の量よりも精神的なストレスが大きそうです。その通りです。毎日会社に行くのが憂鬱になって、ある日ストレスで胃が痛くなって病院に行ったんです。病院に行くまで我慢していたんですか？それは大変でしたね。はい。その時ふと気づいたんです。いくら貯金があっても体を壊したら何の意味もないなーって。本当にその通りですよ。お金は後からでも稼げますけど、健康はお金で買えませんから。そうですよね。だからお金や安定のために無理をしすぎている自分に気づいた時が僕がやめようと思った瞬間でした。あきらさんがそこまで追い詰められていたなんて知りませんでした。でも早めに気づけて本当に良かったですね。ええ、今は本当にそう思います。
あきらさんの胃が痛くなった話を聞いて思いましたけど、体や心がサインを出しているときは本当に危険ですよね。そうですね。頭ではまだ頑張れると思っていても、体がもう無理だと言っている状態です。よく日本にはサザエさん症候群っていう言葉がありますよね。あれも一つのサインじゃないですか？ああ、有名な言葉ですね。日本語を勉強している皆さんのために少し説明しましょうか。はい、お願いします。日本にはサザエさんという日曜日におなじみの国民的なアニメがあります。毎週日曜日の夕方6時半から放送されています。そうそう、子供の頃からみんな見ていますよね。そのアニメが始まったり終わったりする時間になると、休みが終わってしまう。明日からまた仕事だと考えてしまって気分がすごく落ち込む状態のことです。すごくわかりやすい説明ありがとうございます。私も前の仕事の時は日曜日の夜になると本当に悲しくなっていました。誰でも少しは明日仕事かと思うものですが、それが極端に苦しくなるのは問題ですよね。そうなんです。ひどい時は月曜日の朝、歯を磨きながら理由もなく涙が出てきたことがありました。涙が出てきたんですか？それはかなり深刻なサインですよ。ええ、自分でもびっくりしました。その時に、私の心はもう限界なんだなって確信したんです。もしリスナーの皆さんの中で会社に行く前に涙が出たり眠れなくなったりしている人がいたら、絶対に無理をしないでほしいですね。本当にそうです。自分を守れるのは自分だけですからね。でも、やめたいと思ってもすぐにやめられない人が多いのも事実ですよね。そうですね。やっぱり一番の不安はお金だと思います。わかります。生活がありますからね。でも私はお金よりも時間の方がずっと価値があると思っているんです。それはどうしてですか？だって20代や30代の元気な時間って今しかないじゃないですか。どんなにお金があっても過ぎてしまった若い時間は絶対に買えません。なるほど。今しかできない経験や楽しみに時間を使いたいということですね。はい。だからお給料が少し下がっても毎日笑って過ごせる仕事の方が私にとっては幸せなんです。ゆいさんの考え方、とても素敵だと思います。ただ、僕のような心配性の人間からすると、少し意見が違ったりもするんですよ。あきらさんはしっかり者ですもんね。あきらさんはどう考えますか？もちろん健康や時間は大事です。でも、もし急に仕事がなくなって家賃が払えなくなったら、心からの笑顔にはなれないと思うんです。それは確かにそうです。毎日明日のご飯どうしようって心配していたら趣味どころじゃないですよね。そうなんです。だから、お金は心の安心を買うためのものだと僕は思っています。すごく納得しました。心の安心のための貯金。あきらさん、大人の意見ですね。いやいや、どちらの価値観も間違っていないんですよ。自分にとって何が一番大切かを知ることが重要なんだと思います。本当にそうですね。バランスが一番大事なのかもしれません。だからもし今、会社を辞めたいと思っている人がいたら、一つだけ僕からアドバイスをしたいです。何でしょう。ぜひ聞きたいです。それは、辞める前に少しだけ生活費の計算をしておくことです。現実的ですね。具体的にはどのくらいあれば安心ですか？一般的には生活費の3ヶ月から半年分くらいの貯金があると焦らずに次の仕事を探せると言われています。半年分。なるほど。それだけあれば少しゆっくり休んでから新しいスタートが切れますね。ええ、お金の不安がない状態で休むのと不安を抱えながら休むのでは休みの質が全然違いますから。あきらさんの言う通りですね。
私も辞める前にもう少し計画的に貯金しておけばよかったです。でも、ゆいさんのように、もう限界だと思った時は、お金のことなんて気にせずに逃げることも必要ですよ。そう言ってもらえると救われます。本当に心が壊れてしまう前に環境を変える勇気も大切ですよね。その通りです。仕事なんて世の中に星の数ほどありますからね。いい言葉。自分に合う仕事は絶対にどこかにありますよね。さて、今日は会社を辞めたいと思った瞬間というテーマで話してきましたが、いかがでしたか？辞める理由は人それぞれですが、一番大事なのは自分自身の幸せや健康を守ることですね。そうですね。我慢しすぎるのはよくありません。自分の心と体を第一に考えて、これからの人生を選んでいきましょう。リスナーの皆さんの中で仕事で悩んでいる方がいたら、今日の話が少しでも参考になれば嬉しいです。皆さんはどんな時に会社を辞めたいと思いましたか？ぜひコメント欄で皆さんのエピソードを教えてくださいね。全部のコメントを読ませていただきます。もし今日のポッドキャストが面白かったら、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。あ、そうそう。今日のポッドキャストの日本語スクリプトは一番上のコメントにリンクがありますよ。文字を見ながら聞くと勉強になるので、ぜひ使ってくださいね。それでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。